韓国チョンラ南道ヨスイスンシンカンジャン。着いた着いた。コブクソンに乗り込む日本人。大丈夫かこれ。さて今日行くところはこっち。そろそろヨスも最終回。イスンシン将軍に向かってこっちわさびが今日も行く。このイスンシン広場はヨスの中でも一番の観光地ちゃうかな。たくさんの人がこのイスンシン将軍を訪れる。てか今回行った場所の中で一番人多い。何よりこの港の前っていうのが気持ちいい。そんなイスンシン広場を抜けてくると、なんやこれは。大きな門があるけど漢字ではマンヘルと書いてる。実は今日めっちゃ暑いね。いやー疲れた。嘘やん。まだまだ階段。いやもう途中で休んではる人おるやんか。あにょいげせよ。いや実は俺これ前来たことあんのよ。中にはチンナムガンという国宝があって、確かイスンシン将軍が計画作戦を立てたとこじゃなかったっけ。至る所にイスンシン将軍が描かれてる。シネゲヌヨルティンチョッペが名前寒いだ。そんな雰囲気が漂う頃、シネゲヌパビとピロハオイだ。まっすぐ来てヨス警察署が見えたらそこを左折。ほらあった、見えてきてるやん。ヨス最後の料理もやっぱり海の幸。着いた。早く早くもう少し。たパッパングルシラの樹脂をピソソー。今日のお店はコヤン食堂。店頭に看板が掲げられてるだけのシンプルな店やけど、これはカンジャンケジャンかな。そしてこっちは今日のメインカルチジョリム。ヨスが俺のコヒャンになる日は近い。どういうこと？入店です。こちらのメニュー、やっぱり一番上に書いてるカルチジョリム。ジョリムの他にはそのタチウオのクイ、写真にもあったケジャンのペッパンなんかもある。あとはヨス1本目の動画でも言ったソデフェもある。じゃあ張り切って注文していこう。カルチ조림 2인분 주시고요. 소주도 한 병 주세요. 実はこの店入ってすぐ社長さんに言われたことが、ご飯がなくなったと。そんな忙しかったん？お一人でされてるみたいで忙しそうやったからセルフで持ってくる。来た！まあ持ってきてんけど、オリジナルラベルのイプセジュ。ヨス最後のファイナルぐる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 。この渦がタチウオの銀色の体に見えてしまうぜ。ローリング。冷蔵庫の音と重なってしまうのが何より今忙しい証拠。まずは一杯。ゆっくりと雫が落ちていく。セミの殻、動かぬ足に似て笑う。ありがとうございます。観察してるからか社長さんがこれを持ってきてくれた。手長ダコの塩辛。酒泥棒なんでこんなかすかに見上げる。これはもう手をつけずにはいられへん。手長ダコの他にニンニク唐辛子が見える。タチウオの前にタコ捕獲。いやーもう目離されへんわ。吸盤に吸い込まれていく。ナッチのこのコリコリとした食感に結構な辛さ、それが一気に広がる。これは飲ませに来てんな。ヨスもう一泊。タコ捕獲の名人は今日もせっせと捕獲。この塩辛は他の地域から宅配でも頼まれると社長はおっしゃる。わかる、掴んでるもんだって俺。家で一杯するときこれやったら最高やで。そんな社長さんのこだわりもグラスに浮かべてごくり。名残惜しさの傾き。テーブルの上にはまだ緑の瓶とこの塩辛しかないけど最高。エプロンが来た。そろそろ出てくんのかな。はい、私もうすでに準備はできておりますと。ここで運ばれてきた基本のおかずはやはりカッキムチ、そして追いキムチにじゃこ炒め、もやしの和え物にエゴマの葉っぱの漬物、からし菜の水キムチ、そしてなんとカンジャンケジャン。こんなに大量。別角度、お皿に入りきれてへん。社長が来られたと思ったら
生きてるケジャンを目の前でさばいてくれた。ほら動いてるやろ。他の食堂ではなかなか見られない光景。社長からまずは生きてる方から食べてくれと言われたから、それをパクリ。殻からもねじり出す。チューチューしたらより感じるこのケジャンの甘さ。持ってるハサミで俺の不意をついてくる。社長さんこんなにサービスしてくれてええの？だからご飯なくなんねんで。みんな泥棒の餌食になってる証拠。ほらもう岩かと思うほどこんなにいっぱい。ジョニー・デップをも超えるシザーハンズケジャン。優しい無垢な心を持つ味付け。そうなの。そこまで塩辛くもなく、柔らかい身が口の中で溶けていく。口の中で殻のリズムが鳴り響く。まだ俺の右手はハサミにはなってない。これほんまに止まらんねんけど、他のおかずも気になんのに言ってる余裕ない。雫をプリーズ。余韻の残る口には白い身をねじり込む。小さく漏れる俺の本音。硬い殻の中には何ともツンデレ柔らかい身。俺の肺全体を使ってチューチューしていく。カニになるなんてやってたらこっちも来た。サービス精神多い社長さんがここまで準備してくれた。じゃあまずはこの真っ赤なスープを飲んでいかなあかんやろ。正直もうええ匂いはしてんねん。ごくり。ここ一番大事な場面やのにむせてまう。変なところに入ってもうたんよ。でも感じたで、タチウオの旨味。じゃあ大本命のタチウオの身をほぐしていく。骨を避ける指先にすっと伝わる感触。裏返して反対側も取っていこう。今はこのタチウオと向き合う時間。ダブルタチウオで一本釣り。朱色に染まった白い身。フーフーしてお箸に引っかかりながらも一口。スープはグレンのスポットライト。タチウオが命を削って演じきる味の大河ドラマ、今日初回放送。この甘辛いスープにしっかりと染み込んだタチウオは身が柔らかくてさっぱりしてる。魚の生臭さは一切ない。このタチウオの旨味が家庭的な雰囲気も醸し出す。こりゃ人気やわ。次はスプーンの上に身を数切れ乗せる。よすの海に浮かぶ小さな小舟。最後はスープも一緒に。そんな小舟は俺の口に向かって、さっきの小舟や。口に向かって、また小舟。口に向かって進み出す。味付けはしっかりしてる。だから人によって濃いと感じるかもしれんけど、これがご飯泥棒のゆえんやね。いやーうまいわ。タチウオにはこのしっかりとした骨が一本あるから、その周りの身もすすっていく。こんなとこで満足感を得る猫になった俺。せやこれよ。出てきた時から気になってたんよ。よす名物のからし菜を使った水キムチ。のけぞった。いやー俺かっキムチ好きやからさ。この食感の次はこのスープ。この爽やかな酸味が濃いめのタチウオとよう合う。再び手はカンジャンケジャン。これさっきまで動いてたやつやけど、もう動かんか。このお店のええところは一つの店でよす名物のケジャンとタチウオが味わえるところ。言ってしまえばこのケジャンサービスやからね。もしかしたらお店のシステム変わってないか入店して社長に聞いたんよ。じゃあ残さなければケジャン出しますよ、はっ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 て冗談で言われた。社長さんすごい親切なんよ。あとこの鍋の中にはジャガイモも入ってる。なるほどな。この味付けにジャガイモは絶対合うよ。熱いから少しだけかじってみたけど、このホクホクさよ。スープはよう染み込んでんのに残るジャガイモの味が心地ええ。体を包むホクホク。そしてもう一つ目立って入ってんのがその下にある大根。これもええやん。煮込んだ魚料理には大根よう合うしな。フーフーして一気にパクリ。ほらな、もうこれ卑怯や。うまいもん。このタチウオとの相互関係どうなってんの。落ち着け落ち着け、まだご飯出てきてへんからね。ちなみに誤解ないように言うときますけど、ご飯が炊き上がる前に出してくださいって言ったのは俺なんや。社長さんは大丈夫、お腹減ってるでしょってずっと言ってくれてた。だから俺はおかずを食べて我慢してんのよ。さっきの追いキムチもそうやし、このじゃこ炒めもそうやけど、すごくアットホームな感じのする味。
正直ご飯来るまで待っとこうかなと思ったけど、やっぱり我慢できん。この柔らかさに完全敗北。お皿を持ち上げて長い身にかぶりつく。タチウオの領域に俺が飛び込む。一応ご飯が炊き上がるのを待ってる状態やんか。これ危ないで。絶対ご飯いっぱいじゃ終わらん。そんな味付けなんよ。ヨスの子猫が再び泣き始める。手首もぐるんぐるん。ここで雫。食べんのに夢中になりすぎてたわ。あ、ヨスでの最後の食事やで。分かってる？これ忘れたらあかんやろ。これも次いつ飲めるか分からんからな。雫を落とす。そしてカッキムチ。食感が頂点に達した時、被害者が自ら登場する。こんなにたんまり。確かに俺一杯じゃ済まへんって言うたけど、これもう漫画の量やん。炊きたてのご飯やからかお米の匂いもするわ。これはもう慎重に慎重に夫婦。唇で確認。もうちょっとやな。泥棒の餌食になる前に消防車来てまうから。よし行くぞ。消防車出動する？イスンシン将軍も行け言うてたやろ。積年のご飯への憧れが爆発。口ほんまに爆発してるわ。そして夢にまで見たこれ。旨味が染み込んだスープ。口に直行。ほらな、言葉にならんやろ。ご飯が来たということはこいつも出番。エゴマの葉っぱの漬物。そいつを上に乗せ巻き巻き。ご飯も贅沢に巻き巻き。俺がずっとやりたかったことがダムの決壊のように一気に溢れ出す。もやしの和え物も下から行こうかと思ったけど上から。やっと一気に食事らしい感じになってきた。そしてもう一つしたかったのがこいつ。初代パットドゥ。甲羅の中にご飯を敷き詰める。欲張った感情分だけこぼれてる。そんな時また社長がなんか持ってきてくれはった。ごま油や。これはもう反則中の反則やないか。まんべんなく混ぜて甲羅は浮き始める。なんとスプーンを使わず直にすする。それだけもう本能がむき出しになってんのよ。ご飯一粒一粒がコーティングされて磯の香りに包まれる。初代大泥棒、無期懲役。もう一回言っとくけど、このケジャンサービスやからね。ここからは泥棒の連鎖が始まる。緊急出動した俺は現場に向かうとミイラ取りがミイラになる。次はこいつ、もう一つの大泥棒。最後はこの鍋の中で食べやすいように身をほぐしてあげる。なかなかええ感じちゃうか。ほらこんなに綺麗に取れてる。にゃんこは狂気乱舞でしゃぶりつく。ずっと煮詰めてたからこのドロドロ感たまらん。それをご飯にのせる。全然足らんよ。おかわりのもう一杯、おまけのもう一杯。そしてそれを混ぜていく。お茶碗をテーブルに置くこともせずパクリ。二代目大泥棒、初代と同じく無期懲役。ご飯物にはこいつ、からし菜の水キムチ。なかなか出会えないおかずを堪能していく。もちろんこのお汁もこれだけで表現できる水キムチ。この食堂でご飯一杯で終わる人おらんと思うで。メインもおかずも全てがよす尽くし。今日はトルサンデ魚に虹がかかってるかもしらん。まあそんなうまいこといかんか。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。ご当地の緑の瓶がゆっくりと傾く。だから最後の一滴まで。タチウオとケジャンを目の前にして最後の一杯。有能な泥棒は何をするか知ってるか。現場に証拠は残さんのよ。ヤス、イスンシン広場からも歩いてでも来れるカルチジョリンのお店。おかずで出してくれるカンジャンケジャンも素晴らしい。あのホクホクな身にご飯も体も奪われた。いやー大満足や。まだまだよすグルメ足りひんな。なんか日本語が見えんねんけど、これは日本語でのボン春なのか、それとも韓国語の春一なのか。もし一なんやったら春遠いっこしぽよ。帰らなあかんねんソウルに。最後の最後までイスンシン将軍に見送られながらヨスエキスポ駅に向かうということで、ヨスでの食物語はこれでおしまい。チャルモコスミだー。